Hey guys, it's Ika. こんにちは。ゆうかです。今日は、タイトルにも書いた通り、コロナウイルスの影響についてと、私の素直な心境についてをちょっとシェアしたいなと思いました。はい。どうでもいいなって思うかもしれないんですけど、もしこの動画を上げることによって同じような境遇の人がいてつながったり、またその情報を共有してもらって、こういう風なことで悩んでる人がいるんだなっていうので気づきが広がって何かの助けにつながればいいなと思って、ちょっと長くなるかもしれないんですけどシェアしようと思います。4月3日現在午後1時現在、カナダは全体では死者、ごめんなさい、ケースが1万2000人弱、死者が160人くらいだったかな。でアルバータ州、私の住んでるアルバータ州は、ケースが 600？ ごめんなさい、忘れました。でも死者が13人です。はい。状況が変わったのがだいたい3月12日から3月12日に私旅行に行こうとしたんですけど、250人以上の集まりは、控えてくださいという風にヘルスサービスからの、そういう連絡があって急遽キャンセルになって、それ以降ですね、みんな自宅に控えるようになって、で今はほとんどのレストランや、レクリエーション、そういったお店、スーパー以外のお店は他と同じように閉まってます。はい。でワーホリで私もいるんですけど、去年の9月から来てます。で半年迎えるくらいですかね。で残り45678、半年か残ってますけど、私も今週の月曜日まで仕事がありました。急遽やっぱり売り上げがかなり落ちたので、私も一時的な解雇になって、そうですね、ほとんどの同僚は解雇になりました。一応まだお店はやってるので、従業員はマネージャークラスの人が残って続けてるっていう形ですね。はい、状況としてはそんな感じです。でご覧の通り雪も溶けてないくらいの気温です。でもすごい今日は晴れてるので外に散歩しに来ました。はい。私はですね、今年は最悪な年だと思います。っていうのもこのウイルスだけじゃなくて、私新年早々この顔と腕に職場で大怪我したんです。でもちろんお金とか全部職場がカバーしてくれたので、そういったことで、トラブルになったことはないんですけど、でもやっぱり慣れない場所で病院に初めて行ったりとかエマージェンシーに行ったんですけど、やっぱり緊張するし、友達がいたからまだ安心したけど、これ一人でこういう状況になってたらもっとひどい状況になってたかもしれないと思うとやっぱり怖いしね、なんか運が悪かったなって、自分の不注意だけどもやっぱ運が悪かったなってすごい思います。それでからのこのウイルスがあって、もう今年はなんなんやっていう形ですごい運の悪さを感じますし、なんかこのままもしワーホリが終わってしまったらね、なんか何のために来たんだろうって怪我してウイルスで仕事なくして何のためにここにいるんだろうってなって帰れそうな気がして、本当に今はなんか暗い未来しかないというか、すごい不安です。でそういうこともあって、なんかついてないな今年って思ってたんですけど、
でも私が一番不安なのが、ワーホリに来てる人で永住権を目指す人どれくらいいるかわからないんですけど、私がただねワーホリに来て就労体験をするために来たんだったら、私も今はもう急いで帰ってたと思いますか、もしくは一時帰国でまた残ってる分だけ帰ってくるとかしてたかもしれませんけど、私は永住権を目指してて、でこのウイルスが始まる前から1月くらいからその会社の方に就労ビザのスポンサーお願いできるっていう話になっていろいろ準備してたんですね。でそれがあって、でも今もう従業員を解雇せざるを得ない状況になって、で今 LMIA の申請準備中だったんですけど、やっぱそのプロセスの中にアドバタイズメント1ヶ月やんなきゃいけないっていうのがあるんですけど、でももう雇ってる状況じゃないので、それが延期かもしくはキャンセルになるか、今後の経済状況次第でそれが変わるんですけど、やっぱりこのウイルスのせいで全部が変わって、でまだイミグレーションからの新しい情報、こういうワーホリの人への情報もないし、このまま待っててもいつ終わるか分からないっていうのが一番の悩みですね。なので一応一時的な雇用解雇なので、クビにはなってないことはまだ不幸中の幸いですけど、それでもね、いつクビになるか分からないし、絶対戻れるかも保証されてるわけじゃないから、それも不安ですし、ね、もしウイルスにかかったら、私の場合はまだテンポラリーレジデントだから、もしかしたら保険でカバーできないくらいの支払いになったりするかもしれないし、日本でもこんな病気で入院したとか私ほとんど人生でなくて、ましてやこんなカナダでそんなことになったらますます不安ですよね。なのでそういったもしかかったらっていう不安もありますし、はい、仕事のこともあるし、もういろんな不安に毎日、向き合ってなきゃいけない日々が続くのが精神的には辛いです。はい。日本に帰ることも視野に入れてくださいっていう風な領事館からのメールもあって、最近で、絶対帰るではないので帰る方がいいのは分かってるんですけど、でも、仕事のこともあるしスポンサーシップのこともあって、ここで帰りますとも言えないし、日本に帰ってももしかしたら帰る途中でウイルスもらって家族に与えるのも怖いし、日本にいるのも怖いし、日本の方がちょっとまだ怖い雰囲気が強いので、こっちより正直まだ人の行き来がすごい多いし、なので日本に帰りたくても日本に安心して帰れないっていう不安もあります。なんかそれもどうにかならないのかなっていうふうには思います。これが日本が安全だったらもうちょっと帰る方向で考えてるかもしれないけど、どっちもどっちなんで、すごいスタック状態ですね。はい。でそのビザのことを話したんですけど、残り半年あるとはいえ、今の中国見たらだんだん回復してきてるから、ピークが1月2月だったとして23ヶ月かかってるわけじゃないですか。カナダもこれからやったとすると、少なくとも今月は何も変わらないとして、来月再来月もしくは7月までかかったとしたら、やっぱりその3ヶ月ずっと家にいなきゃいけないとか考えたら、補助金は出るにしろやっぱりなんか無駄に過ごしてしまうような気がして、そうですね、悩みますね。
はい。で、私の一番の恐怖はウイルスにかかることもそうですけど、もしこのワーホリビザで今滞在している人が対策、なんか代わりの対策が出なかった場合、もう9月、私の場合9月で切れるので、そこからスポンサービザも出なかったらもうチャンスがないんですよ、一回も。このワーホリって知ってる通り一生に一回しか使えなくて、でねえ、それを目指してやっぱりワーホリ使ってる人もいると思うので、普通の留学とかじゃなくて、それの人たちへの対策が出なかった場合、私は本当に終わったってなりますね。だからその情報が早く出ないかなっていうのを待ってる毎日なんですけど、それがあったらもう私何のためにカナダ来たのかっていう、この世の終わりを本当に感じると思いますね。かといってすぐ経済が戻るとも思えないし、そういうのに頼ってでも良くないと思うし、本当にどうしたらいいのかなっていう。はい。なんかニュージーランドはちょっとワーホリビザ持ってる人へのなんか新しい対策がもう出たみたいですごいなって思います。なんか7月何日までかに切れてしまう人は9月まで延長できるみたいな、そういう対策が出たらしくて、ニュージーランドですよ。なので体もそろそろそういうの出ないかな、もしくはなんかね、そういうのを考えてますくらいの情報もあったらちょっと助かるんですけど、ちょっと毎日見てるんですけど今のところまだなくて、はい、不安な日々です。はい、もう本当に辛いです。なんかこのために来てほとんど会社にも泣きついてるような感じで、でも会社もやっぱ経済は会社一つでは動かせないし、だから本当に今は自分がまずはウイルスかからないように家におとなしくして、でみんなが家に行っていち早くウイルスが終わるように私たちが我慢するしかないなっていう風なのを思って、今は会いたい人にも会えずね、すぐ近くに住んでる友達にも会わず我慢してこうやって辛抱してるから、もしこれを見た人でまだ普通に外に出歩いてたり、このご時世で危ないなって思ってるようなことをしてる人がいたら、やっぱりそれは我慢してほしいです。私が言ってもまだ説得力ないし、別に芸能人のように伝えられることはできないけども、やっぱりこうやって一人一人が努力しないとこれは終わらないし、こういう風に苦しんでる人もいるって考えてやっぱ行動してほしいなって思います。なんかちょっと自己中に聞こえるけど、はい。今朝志村けんさんの追悼番組見て泣きましたね。本当になんか未だに信じられないですね。なんか日本はそれから動き出したようなイメージがありますけど、カナダはまだロックダウン始まって1ヶ月経ってないですけど、もうなんか戦争の後みたいな感じ誰もいないし、まあ、小さな町ってのもありますけど、なので、はい、ちょっと言いたいことちゃんと言えたかわからないんですけど、もしこういう風な境遇に合ってる人いたらぜひコメントでも何か教えてください。なんか一緒に支えられればなっていう風に思います。はい。でもし
落ち着いたらね、経済が。私はなんか地元の経済がもう早く復活するように地元消費をしたいと思います。なので、旅行行くにしてもカナダ国内とか地元のスーパーで買うとか、地元のね知り合いのお店にちょっと貢献するとかっていうのやったら少しでも変わるんかなと私は思いました。はい。っていうわけで、時間があるので最近はよく動画を作ったり本を読んだりしてるんですけど、はい、皆さんも同じと思えば私も辛くないので、それを思うことだけで私は今辛い気持ちも忘れることできるので、皆さん一緒に頑張りましょう。はい、ちょっともう手が凍えそうなくらい寒いので家に帰りますが、もし同じような気持ちがある人、一緒に頑張りましょう。そして、もしこの動画をシェアしてくれたら嬉しいです。この声がね、イミグレーションまで届くといいなって思ってます。はい。では、この動画を通して何か感じることがあったらコメントなりいいねでも残してください。はい。では皆さん、今日も楽しく、家にいても楽しく、クリエイティブに過ごしましょう。じゃあね、バイバイ。